人類が経験した2度目の世界大戦は第一次世界大戦よりもはるかに多くの死者を出しました。その数は倍以上に上り、その過半数が民間人という非常に悲惨なものでした。戦争に勝った連合国も負けた枢軸国も共に大きな犠牲を払い、人々の暮らしや社会、経済に大きなダメージを受けたのです。特に主戦場となったヨーロッパでは、かつて列強と呼ばれた国々も壊滅的な状態に陥っていました。しかし本土が戦場とならなかったアメリカは戦争の被害をほとんど受けておらず、むしろ戦争のために産業を発展させて経済的繁栄を達成していました。こうしてアメリカは第二次世界大戦後の世界において他を圧倒する力を持つ超大国としての地位を確立していったのです。このように大きな力を持つようになったアメリカは戦後の国際社会でリーダーシップを発揮しようとしました。まず経済においてアメリカは閉じられた経済が第二次世界大戦を引き起こしたと考えていました。経済が悪化すると国は自分の国だけを守ろうとし、ブロック経済を作る。ブロック経済は世界を分断し、それが戦争につながる。そのように考えていたのです。よってアメリカは第三次世界大戦を防ぐためには開かれた経済が必要だと考えるようになり、貿易の壁を取り払おう。自由な競争の下で誰もが取引できる世界を作ろうと呼びかけるようになっていきます。次に安全保障においてアメリカは長い間太平洋と大西洋という2つの大きな海によって外敵から守られていると考えていました。しかし日本の真珠湾攻撃によってその考えはもはや通用しないことがはっきりとしました。よってアメリカは世界の各地に基地を作り、強力な軍事力を広い範囲に、しかも素早く展開できる体制を整えようと考えました。こうすることで敵がアメリカ本土を攻撃する前にその行動を抑え込もうと考えたのです。戦後の国際社会についての構想はアメリカだけでなくソ連も持っていました。まず経済においてソ連はドイツから賠償を取りたいと考えていました。第二次世界大戦で最も大きな被害を受けた国はソ連であり、莫大な人命と財産を失いました。そのため戦争で受けた被害をドイツからの賠償で補おうとしたのです。次に安全保障においてソ連は自分の周りに勢力圏を作ることを目指しました。ソ連にとって戦争中の主要な敵はドイツと日本でした。よってソ連はその間にある国々を自国の勢力圏に取り込み、防波堤として利用しようと考えたのです。このような考えからソ連は東欧の国々や中国、モンゴルなどにいる共産党を支援して各国で共産党が政権に入ることを後押ししていきました。次にイギリスが考えた戦後の国際秩序について見ていきましょう。まず経済においてイギリスは大英帝国の利権を守りたいと考えていました。イギリスは長い歴史の中で世界中に植民地を持ち、そのネットワークを利用して自分の国に有利な貿易体制を築き上げていたのです。そのためアメリカが主張する自由で開かれた経済よりも自分たちの帝国を中心とした閉じられた経済の方が都合が良かったのです。我々が大国であり続けるためには帝国の維持が不可欠である。そのように考えていました。次に安全保障においてイギリスはヨーロッパの国々を結びつけ第三の勢力を作ろうとしました。つまりアメリカ側でもソ連側でもないヨーロッパ独自のまとまりを作ることで国際社会における影響力を保とうとしたのです。このように第二次世界大戦の戦勝国であるアメリカ、ソ連、イギリスはそれぞれの思惑を持ちながら戦後の国際秩序づくりに取り掛かりました。最初に動いたのはアメリカです。アメリカはブレトンウッズという町で会議を開催。44カ国が参加して戦後の国際的なお金の仕組みについて話し合います。そこでアメリカはブロック経済が世界の分断を生み、それが第二次世界大戦を招いたと主張して第三次世界大戦を防ぐためには自由で開かれた経済が必要だ。貿易の壁を取り払い、誰もが自由に取引できる世界を作ろうと訴えました。一方イギリスは帝国の利権を守る立場からアメリカの方針には反対でした。代表として出席した著名な経済学者のケインズは戦前の貿易実績を重視すべきだと主張しましたが、戦争で深刻な財政難に陥っていたイギリスには強い影響力がなく、結局戦後の財政再建をアメリカの援助に大きく頼らざるを得なかったため、
アメリカの意見が会議を主導することになったのです。こうして新しく設立されることになったのが国際通貨基金と国際復興開発銀行でした。国際通貨基金、通称 IMF は国際社会でのお金のやり取りや通貨の安定を守るために作られた国際機関です。第二次世界大戦の反省として、経済が不安定になると戦争の原因になりやすいと考えられました。そこでどの国も経済的に安定していれば国内も安定し平和につながるはずだという発想から生まれたのがこの IMF です。よって世界各国の間で国際的な支払いができなくなる、お金の価値が急に下がるといった問題が起きると、その国に一時的にお金を貸して立て直しを助けます。国際復興開発銀行、通称 IBRD は戦争で壊れた国を立て直すために長期的にお金を貸すために作られました。最初の融資はフランスから始まりましたが、その後はオランダやデンマークなどにも復興資金が貸し出されました。後に戦後復興だけでなく発展途上国の開発を支えるという役割も担うようになり、今では世界銀行と呼ばれるグループの中心的な機関になっています。こうして戦後の国際経済の仕組みであるブレトンウッズ体制が始まりました。この体制の大きな特徴は金・ドル本位制と赤字国の調整責任です。この当時世界の金の7割近くはアメリカに集中していたため、各国が自国通貨を直接金と結びつける金本位制に戻るのは現実的ではありませんでした。ということで各国は自分の国の通貨の価値をアメリカのドルと固定し、ドルとの交換を保証しました。そしてアメリカはドルと金の交換を保証したのです。こうすることで各国の通貨はドルを経由して金と交換できるようになり、ドルは世界の基準となる基軸通貨となりました。さて、このようにしてアメリカが戦後の経済秩序を主導していく一方で、イギリスとソ連も自分たちの勢力を守ろうと動き始めました。イギリスにとって絶対に手放すことができない場所の一つがスエズ運河です。スエズ運河はイギリスとアジア、アフリカを結ぶ貿易ルートの要であり、もしもここを失えばイギリスの船は大きく遠回りをしなければいけなくなり、時間も燃料も大きな負担になってしまいます。そこでイギリスはソ連に対してギリシャをイギリスの勢力圏として認めてほしいと要請します。ギリシャを自分の勢力圏にすればソ連の影響力が地中海東部に広がることを防ぎ、結果としてスエズ運河を守ることができると考えたのです。ソ連もまたヨーロッパを勢力圏で分けたいと考えていたため、イギリスの提案を受け入れました。しかしソ連もただでは認めません。ギリシャをイギリスの勢力圏として認める。その代わりにルーマニアとブルガリアをソ連の勢力圏として認めてほしいと要請したのです。さらにソ連は戦時中にイギリスに亡命していたチェコスロバキアの大統領ベネシュと接触し、ソ連の影響力を強めていました。というのもチェコスロバキアはかつてミュンヘン会談でイギリスやフランスに見捨てられた経験があったため、次に頼れるのはソ連だと考えるようになっていたからです。このようにしてソ連は自らの勢力圏を広げていきましたが、その過程で最大の問題となったのがポーランドでした。ポーランドはチェコスロバキアとは違い、戦時中にドイツとソ連によって分割された経験がありました。そのためロンドンに移っていたポーランドの亡命政権は当然ソ連に対して強い不信感を抱いています。ポーランドを支援していたイギリスとポーランドを侵略したソ連はこのポーランド問題をめぐって対立。しかし実際にドイツ軍をポーランドから追い出したのはソ連だったため、イギリスは強く反対することができません。戦争で手に入れたポーランド東部を手放すつもりはない、亡命政権の帰国は許さないと主張するソ連に対して、結局イギリスは譲歩せざるを得ませんでした。その結果ソ連はポーランドの亡命政権が帰国することを許さず、自分に近い勢力にポーランド国内で政権を樹立させ、同じような方法でハンガリーにもソ連寄りの政権を樹立させていったのです。こうしてソ連が勢力圏を形成していく中、その安全保障政策の最前線となったのがドイツでした。すでにドイツはアメリカ、イギリス、ソ連で分割占領をするという方針がまとまっていたのですが、ある時アメリカが我々はヨーロッパに長く駐留するつもりはないと発言したことで状況は変わります。これを聞いたイギリスは、もしもアメリカが撤退すればその負担はイギリスにのしかかる、イギリスだけではソ連に対抗できないと不安を強めたのです。そこでイギリスは
フランスもドイツ占領に参加させるべきだと強く主張。このイギリスの説得によってドイツはアメリカ、イギリス、ソ連、フランスの4カ国によって分割し占領されることになったのです。とはいえドイツの占領は永遠に続くわけではありません。そこで4カ国は最終的には占領を終えて再び一つのドイツを作るという前提で占領統治を始めました。つまりドイツは4つに分かれたわけではない。あくまで単一の国家として扱うという建前があったのです。そのためこれら4カ国は連合国管理理事会という機関を設置して、ここでドイツ全体の運営について話し合うことにしました。この理事会はソ連の占領地域内にあるドイツの首都ベルリンに設置されており、ベルリンもまた4カ国による共同管理の下に置かれることになったのです。このような経緯からフランスもドイツ占領の一角を担うことになりました。そんなフランスが目指していた戦後国際秩序はドイツの弱体化でした。第二次世界大戦中にドイツに占領された経験を持つフランスは、安全を守るためにも二度と強いドイツを復活させてはならないと考えていたのです。こうして第二次世界大戦の戦勝国はそれぞれの思惑を抱きながら戦後の構想を進めていきましたが、やがて意見の違いが表面化し、お互いにぶつかるようになっていくのです。